はい、こんにちは、レイトです。今回ですね、WPL ジャパンの動画になります。こちらの WPL ジャパン専用 V3 タイプアルミホイルセット。こちらの商品の、紹介と、これ、組み立ては特にないんで、もう本当に紹介だけって感じにはなっちゃうんですけど、こちらの、どんなものかっていうのをですね、ご紹介させていただく動画になります。まず、これですね、アルミホイルなんで、金属製のホイールですよという形になるんですけれども、これのですね、すいません。色がシルバーとブラックがあります。で、これのですね、すごいところがですね、金属製のホイールなんですけど、これですね、このホイールウェイトがつけれちゃうんですよ。でこのアルミホイール、金属製のホイールなのに、このホイールウェイトが付けられるっていうのが結構珍しいパターンで、ある意味最強ですよね。当然、もう、このホイールが金属になることで、全体的にも重くなりますし、当然プラスチックより重くなるじゃないですか。で、さらに、これを付けるんで、超ヘビーになるという設定ができるようになります。本当に最強の組み合わせと言ってもいいんじゃないかと。もちろん重くしたい場合ですけどね。ただ、この WPL で遊んでる方って結構重くしたいそっち派の人が多いと思うので、すごくいいアイテムなんじゃないかなと思います。実はですね、もうそれだけといえばそれだけなんですけど、今回の動画ですね。ただなんでかっていうと、もうこれ V3 タイプって名前についてるぐらいなんで、ほとんどですね、樹脂のやつちょっと、これですね、これが元々の純正の V3 ホイール。で、これが V3 タイプアルミホイール。ちょっと細かい造形、この中心部分のここの細かい造形はちょっと違うんですけど、アルミの方はさすがに省略されてるんですけども、それ以外もほぼ互換っていう感じの形になってます。若干の違いありますけれども、パッと見ですね、ほぼ同じようなデザインのホイールになってます。ただ V3 黒しかないんで、黒い樹脂しかないんで、それに対してこっちは黒もあるし、このアルミもあるというので、色を選べるっていうのはあると思うんですけども、基本的には形状これと互換になってるので、で、ちょっと概要欄に貼ってあると思うんですけど、3ピースのアルミホイールっていう、ほぼ同時に別の動画で上がってると思うんですけども、そちらは3ピースなんで、組み立てがあるんですよ。組み立てがあるんですけど、これ一体成形なんで、組み立ても何もないんで、もう以上ですって感じなんですけど、ちょっとそれだけじゃ寂しいんで、せめて、ちょっとこの動画では、取り付けて、あとオフセットの比較ぐらいはしたいなと思います。ちょっと、とりあえずつけますね。今ノーマル状態なんですけど、この C14 ですね。C14 に、このホイール、ちょっと一通りつけてみます。ちなみに、もうタイヤですね。タイヤもちろん、もうそのまんまここにはまります。で、先ほどちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、ホイールウェイトもつけて、当然装着は可能ですと。ちょっと今回はテストなんで、このまま素でつけちゃうんですけど、ちょっと4輪全部一旦取り付けますね。はい。ちょっと今4輪取り付けたんですけど、取り付け作業してる間にすみません。1個思い出しました。このホイールなんですけど、1点注意点がありまして、空気を抜く穴がないです。なので、あと、その概要欄にある3ピースホイールっていうのがあるんですけど、3ピースアルミホイールっていうのがあるんですけど、この空気が抜ける穴がないっていうことは、すいません。ちょっとこれ取り付けちゃったんで、この黒い方のアルミホイールで説明するんですけど、これですね、この部分に、例えば V1 ホイールとかって穴が開いてるんですよ。実は、ポチって。で、そこから空気が出るんで、タイヤを取り付けた時に、空気がタイヤが凹みやすくなってるんですね。で、V3 ホイールなんかは、純正の V3 ですね。プラスチックの V3 は穴がないんですけど、空気を抜きたい場合は、ここに穴を開けてくださいと。ちょっと、正直、プラなんで、ある程度気軽にそれは言えるんですけど、これ、さすがに金属なんで、穴開けてくださいっても結構難しいと思いますし、実はこの辺の成形がですね、結構肉厚なんで、穴を開けるって言っても結構大変だと思うんで、実質ですね、穴は開けられない前提になるかなと。ということは、これ、タイヤつけます。で、当然ですね、
しっかり走らせて遊ぼうと思うと、瞬間接着剤での接着が前提になります。ってことはどうなるかっていうと、これですね。今ちょっとつけただけでも空気抜けないんですよね、これ。ちょっと強めに押してみますね。こんな感じで今、溜まった空気がプシュって出たと思うんですけど、こんな感じで、こう、タイヤをしっかり接着してしまうと、空気全く出入りがなくなってしまうので、その点は、あらかじめご了承くださいっていう点になります。ただ、正直ですね、例えばサーキットビュンビュン競争して走る、もうオンロードって言って、アスファルトの上でこうビュンビュン競争して走るラジコンなんかとは違いますので、そんなに厳密にこの空気の出入りっていうのを気にしなくても、これで遊ぶ範疇であれば、そんなに問題ないかなって正直思うんですけど、ただ、一個ネックがですね、この注意していただきたいのが、瞬着で止める、空気が出なくなる、こう取り付ける、で、特に重たい車両になってる場合、そのままずっと置いとくと、多分次の日とか見ると、ぺっちゃんこになってます、これが。パンクしちゃったみたいな感じになってると思います。で、ゆっくりだとそうやって空気が抜けちゃうと思うんですけど、一度抜けた空気が、こう、瞬間的にまた入れるってことはできなくなっちゃってるんで、じわじわと抜けるんだけど、急には膨らまないっていうことは、一度凹んだらもうなかなか治らないっていう風になってしまうので、そこは注意していただいた方がいいかなと思います。なので、できれば、ホイールウェイトは併用していただくことをお勧めします。そうすると、中にこれだけのハイトのものが、このある程度背の高いものが、この中にこうやって入るので、こう潰れにくくなるんですよね、そもそも。ただ、程いいところまでは、走行中の程いいところまでは結構潰れるんで、僕はこれ結構好きなんですけどね、そういう意味でも。なので、できれば、アルミホイール、プラス、このホイールウェイト。せっかくこれ重いし、で、さらに重くするっていうので、そういう意味でもいいと思うので、これはぜひ併用していただきたいかなと。ただそれでも、さっき言ったように、こう置きっぱなしにしておくと、こう普通にタイヤが全部設置した状態で置きっぱなしにしておくと、こうペチャって潰れちゃうと思うので、特に V3 タイヤは気をつけた方がいいと思います。あれ、ハイトが、背が高いので、こう潰れやすいんで、なので、基本的にはこれを履かした車を長時間放置するときは、何かにこう乗せておいた方がいいと思います。お腹の部分でこう支えて、なんでもいいですよ。ちょっと今、たまたまこれが手元なので、こういうのとかで、こうやって、全部浮いてますよね。こうやって保管しておくのがいいと思います。実は競技ラジコンやってる方とか結構常識みたいな感じだったりするんですけどね。この4輪全部設置して、テンションがかかった状態で置いとくのは良くないよねっていうのは皆さんご存知なんですけど、特に初心者の方で、そうなのっていう方もいらっしゃると思うので、特にこのアルミホイール、今回ご紹介させていただいている、これを取り付けた時には、すいません、なんかめっちゃ長くなってますけど、すいません、すごい同じようなことをずっと繰り返してるような気がするんですけど、これ付けましたと。そしたら、お腹浮かして、お腹じゃないや、車体を浮かして、こう、置いておく。それだけ気をつけてください。すいません。ちょっと話めっちゃ逸れちゃったんですけど、これが今4輪つけた状態ですね。トレッドの変化だけですね。トレッドって横幅ですよね。タイヤの横幅だけ確認しておきたいんですけど、これもちょっと同条件って感じで、これ今これ V1 ホイールなんで、ちょっと他のホイールよりもともとトレッドが狭いので、こっちも V3 つけますね。こっちもこの V3 のプラスチックの方ですね。これに V1 タイヤ。極力同じ条件っていう感じで。はい、取り付けました。で、さっきのこのアルミホイール。これちょっと重ねてみますね。めっちゃ見づらいと思うんですけど、こっちもぴったり。こっちもぴったりですね。両側ぴったり。なので、このトレッドに関しても、変化がないと。ちょっとすいません。厳密な測定ではないんですけど、目視確認の範疇にはなってしまうんですけど、それでも今、じーっと見ても、もうほぼほぼ一緒かなっていう感じだったんで、大きな違いは、ないかなと思います。なので、これに付け替えることによってですね、左右の幅が変わってしまうということはないかなと。はい。では、今回の動画ですね、この
V3 タイプのアルミホイール、こちらについて、ご紹介させていただいたという形になるんですけれども、すいません。もしですね、もうちょっとここが知りたかったよとかっていうのがあれば、お気軽にコメント欄でご質問いただければと思いますので、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。